時間通りね、マスター。冥界の女神エレシュキガル。この通り、少し前から到着していました。まずは、私の招待に応じたことを評価しましょう。臆せず、よくやってきました。ちゃんと身だしなみを整えているのも素晴らしいです。すぐに水着に着替えるのがもったいないくらい。そう簡単に褒めたつもりはありませんけど、ただの経験則ですけど。だって普通の人間であれば女神からの招待状なんて受け取った時点で恐れおののき、身に余る幸運に震えながらも熟考の末見なかったふりでリスクヘッジするじゃない。シュメルの女神に関わるとろくなことにならないし、7割イシュタルのせいだけど。とにかくその勇気をたたえます。いつもありがとうみたいな。嘘、なんでってしまった。海だって書き忘れてた。そうだったわね。そもそも冥界に海ないものね。まあいいのだわ。細かいことは水着の1着や2着なんとでもなります。じゃあまず作戦第1段階。そこのテーブルに座って。帽子もなしで日差しを浴びるのは良くないし。はい。次は私も腰を下ろします。作戦第2段階。そうだった。俺よね。はい、どうぞ。第3作戦、第4作戦、第5作戦まであったけど、そんなに欲しいなら予定を繰り上げてあげる。ええ、私とてこれが2度目のバレンタイン。何を臆することがあるのだわ。もちろん構いません。許可します。妙に慣れてるのね、あなた。まるでこれが今年何十個目かのチョコみたいな。あるいはこれからもらう予定が山ほど詰まってるみたいな。そう。質問その1。他の子からチョコもらった？そんなに怯えなくていいのだわ。バレンタインってそういうものだし。贈り物を受け取らないのも良くないわ。あなたが頑張った証だもの。それはそれとして。質問その2。私のチョコが最初のチョコかしら？
ま、最初だろうと最後だろうと関係ないけど。どうあれたくさんもらうわよね、あなた。こういうのなんて言ったっけ？働きすぎて倒れるやつ。あ、過労チョコ死？かわいそうだけど、自業自得と諦めて。死んで冥界に来てもらうしかなくなったわ。あら、理解が早いじゃない。色恋沙汰もそれくらい察しが良ければ助かったのに。そう。あなたは今、私の中にいる。光すら抜け出せない暗黒の中域に。まさに死刑執行を待つ罪人といったところね。どんな末路がお望みかしら？恨むじゃないか。叱るのなら後で反人類史のエレシキガルにね。冥界の女神は独占欲が強いの。これそのあたりの悪性を我慢した反動だから。それじゃ目の前のごちそうをくまなくいただこうかしら。収納、展示、上書き、ゴミ箱、どこでもとびきりの冷遇をしてあげる。バレンタイン中は外には出さないから、観念して私に食べられなさい。これでもビーストですもの。バッドエンドの一つはこなしておかないとね。それはそれとして、質問その2。私のチョコが最初のチョコかしら？ま、最初だろうと最後だろうと関係ないけど。どうあれたくさんもらうわよね、あなた。こういうのなんて言ったっけ？働きすぎて倒れるやつ。あ、過労チョコ死？かわいそうだけど、自業自得と諦めて。死んで冥界に来てもらうしかなくなったわ。今、自分がどこにいるのかどうでもいい感じね。死んでるのよ、あなた。私が言うのもなんだけど、冥界に慣れすぎるのは良くないわよ。まあ、その反応は素直に嬉しいけど、格好つけて登場したこっちがバカみたい。ビーストらしくノルマを果たす気でいたけど、今のでどっけが抜かれちゃったわ。正しく私の名前を口にしてくれたわね。改めてこんにちは。ごきげんよう、マスター。バレンタイン、楽しんでる？というか、エレシキガルはちゃんとやってる？せっかく霊気一丸になってチョコレートを作っても、あなたに渡せないんじゃ意味ありませんから。
何その嬉しそうな顔。聞くまでもなかったわね。もう少しからかいたかったけど、こういう行事に私は邪魔者でしょ。今回に限り外に逃がしてあげる。馬に蹴られて吹っ飛びなさい。それと、他のサーバントからであっても、もらったチョコは食べること。死蔵するのは許さないわよ。腐るのは物質だけで十分。気持ちはちゃんと受け止めてね。ごめんなさい。私ったら。もしかして、やっちゃった？ビーストの暗黒パワーが溢れてしまったかしら？そう。道理で気持ちがすっきりしてると思った。アンキが私の悪性を消費してくれたのね。それとも、あなたが消してくれたのかしら。どちらであっても、ありがとう、マスター。アンキ、きっとお礼を言わなかったでしょ？だから、今の感謝は彼女の代わりね。今は霊気が重なってはいるけれど、私とアンキは全く別の存在。彼女には彼女のポリシーがあるから、私が代弁するのもちょっと違うけどね。そう。イシュタルはわがままで旗迷惑な陽気女神で、私は臆病で最悪寄りの陰気女神。同じ神聖から分かれて発生したとは思えない光と闇なのだわ。どういう意味かしら？私は真面目で勤勉で重めの女神ですけど。とはいえ、そんな私がここならイシュタルに負けないくらい自由でいる。いつも明るく接してくれる人がいるおかげです。だから、これからもこの先も、なんていうか、カルデアの旅が終わっても、あなたと一緒に。ちょっと待って。急に鼻がムズムズして。私と一緒に世界を救ってね、マスター。宇宙のビーストがついているんだもの。たとえカルデアと関係がなくなっても、それくらいのことはしてもらわないとね。素直に喜びすぎね。もしかして私、恋愛より応援対象になってない？驚くのそこ？ずっと温めてきた決め台詞だったんですけど。まあ、それもこれも私の美力が強すぎるからね。予想とは違う反応だったけど、心の底からの歓声には違いありません。受理します。さて、それじゃあ今さら自己紹介の必要はないけど、定型は大事だから。古く異なる空は契約により新しき空へ。獣の鎖は女神のドレスに。ごきげんよう、マスター。人呼んでスペースウェルシキガル。あまりにもよくできたからチョコレートの説明がしたくてやってきたわ。何もわからないという顔ね。わかります。自分で言うのもなんだけど、
ちょっとレベル高すぎたものね。芸術をいちいち説明するのはそれこそ芸術の価値を貶めてしまうけど、このチョコレートの進化を知らないまま食べてしまうのは人類の進化喪失だもの。ちょっとドヤ顔でうざいと思われるのも今回は仕方ないと受け入れるわ。そうでしょう、そうでしょう。なので説明を始めます。このチョコレートは私の武器でありオーラであるビーストフラッシュを形にしたもの。厄を払い、富を招き、悪を倒し、人を信じ、愛を築くという宇宙最強にして不変のご利益五大天皇。まあ地球でいうラッキービーストのようなものね。それぞれ名前があって、頭角のウグディリム、呼吸するキリカ、空洞のズイ、骨を組むアティ、死肉のザグというの。私が攻撃するときに現れてるでしょ。まあ絶対に覚えてほしいわけじゃないからほどほどにね。そういう名称なんだって認識してもらえるだけでいいです。と時間切れみたい。言いたいことも言えたし元の私に戻るわ。せっかくの水着なんだし、バレンタインには宇宙より海辺の方がふさわしいものだから、この後は何をするべきか分かってるわよね、マスター。突然のスペースは疲れるのだわ。まだまだ修行が必要ね。驚かせてごめんなさい。でもスペースな私で話せてよかった。今回のチョコレートはスペースありきだから楽しく説明できたでしょ。面白い本心？何か口を滑らせましたっけ、私。覚えがないのですけど。もちろん。ドバイじゃ角を気にして遊べなかったものね。行きましょう、マスター。冥界の女神は泳ぎも上手なところ見せてあげる。